皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、年明け早々 CNN ニュースの方から、プロテインパウダーに、基準値以上の、鉛、カドミウム、重金属が検出されたっていう件について解説していきたいと思います。アメリカではね、このニュースは結構業界に激震が走って、やっぱりどうしてもね、トレーニングやってる人イコールプロテインみたいな形で、皆さん飲んでる方多いと思うんですよ、日本でも。ね、その、身近なプロテインから重金属が検出されたっていうのは、トレーナーとしてもショックだったし、やっぱりお客さんにね、いろんなプロテインをね、勧めてたり、こういうのを取った方がいいですよとか、アドバイスしてる身としては、しっかりとね、正しい知識を皆さんにお届けしたいなということで、急遽、動画を撮っています。最近上げたね、腸内細菌、腸内環境の動画ですね。こちらがすごく好評でして、コメントとか多くいただきまして、その中でも、こういうニュースを目にしたんだけど、実際どうなのかっていうコメントもあったので、ちょっとこれは僕の方でも動画を撮ってあげないといけないかなというふうに思って、急遽動画を撮っています。で、今回のニュースの表題ですね、特に植物性やオーガニック、チョコレート味のプロテインパウダーに基準値以上の鉛やカドミウムが検出されたっていう調査結果が出ました。米当局によると、鉛っていくら少量であったとしても体には有害というふうにされていて、カドミウムに関しては発がん性があって、心臓、腎臓の呼吸器、生殖器など、そういう部分にすごく毒性が強い成分になっています。言われているのが、通常のプロテインとオーガニックのプロテインですね。大体やっぱりね、お客さんの中でも、やっぱ品質がいいものを選ぼうとして、オーガニックの方を選ばれてる方いると思うんですけど、特にオーガニックの方が、鉛の含有量が多かったという報告がされています。僕の動画でも決めていたアイスプロテインとか、P プロテインですね。エンドウ豆のプロテイン。で、それに加えて、ソイ、大豆のプロテイン。で、この植物性のプロテインパウダーは、ホエイプロテインの3倍になる、こういった重金属が検出されたそうです。僕は、ライスプロテインをずっと取ってきてたので、ショックだったというか、これはちょっと考え直さなきゃいけないなっていう記事でした。どういう背景で起こったかっていうと、そもそもやっぱり、その農場、土壌がやっぱり汚染されてしまって、そこで使う農薬ですね、農薬に重金属が含まれていて、植物が成長する段階でその重金属を含んで成長してしまった。で、それがプロテインとしてその抽出するときに一緒にこう入ってきてしまっているっていうことなんですね。で、このチョコレート味によりその重金属が含まれてしまったかっていうと、もともとダークチョコレートには、フラボノイドとか抗酸化作用のあるミネラルとか、そういうものが、豊富に含まれてるんですが、それと同時に、そのやっぱり土壌からその重金属を含んでしまっているので、プロテインに味付けをする際に、その重金属がより含まれてしまっているっていうのが背景にあります。今回の検査では、トップブランド70社の160品目で検査をやってるので、正直言うと、もうほぼほぼ僕らが聞いたことあるようなブランドは引っかかってるだろうなというふうに思いますね。毎回ね、このアメリカの調査、検査ってイライラするんですけど、トップ70社って言って、社名出さないんですよね。どこどこの会社の何の製品を検査して、どれだけ数値が出たかって出せば、もうみんな分かって、みんなも改善しなきゃいけない。みんなその商品取らない。で、取らないってなったらね、会社に大きいの打撃なので、処理した製品を出さなきゃいけないっていうので、なんでこれ名前出さないのかなって毎回思うんですけど、アメリカのこの検査調査っていうのは、毎回この名前を伏せて公表してないんですよね。なので、これって何の意味があるのかなって思うんですが、もう、ね、知れただけで、この数値見る限り、もうほぼ僕らが知ってるようなブランドは基準に引っかかってるんじゃないかなと思うので、植物性プロテイン、特にチョコレート味、特にオーガニックの製品に関してはちょっと控えていただいて、で、また食事を一から見直すきっかけにしていただけたらなというふうに思います。植物性プロテイン、オーガニックのものに関しては、80% 近くが鉛の基準値を超えてて、その一方で、コラーゲンとホエイパウダーに関しては30% 弱ということで、この結果を見る限り、コラーゲンペプチド、コラーゲンパウダーとか、ホエイに関しては比較的植物性オーガニックと比べたら安全なのかなっていう結果が出ています。私自身は去年の10月、11月ぐらいからコラーゲンペプチド
にちょっと興味があって取り出してたんですね。この記事とは全く関係ないところで。なんでかというと、鈴木正さん、ボディビルの JBPF の鈴木正さんがホエイペプチドを取られてて、ペプチドはやっぱ全然違うと、体感が、トレーニング中のパンプ感とか。なので、ちょっと興味があって試してたところだったんですね。まあ、この記事出まして、コラーゲンペプチドの方にシフトしようかなというふうに思ってます。私もともとライスプロテイン取ってたんですけど、この記事を見る限りちょっと危険かなというところで、一旦様子見としてコラーゲンペプチドに乗り換える予定です。今はですね、僕の動画見てる人はわかると思うんですけど、今バンコクで生活しておりまして、ここ2ヶ月ぐらいプロテインパウダーは取っていないです。なので、元の生活に戻ったら、またプロテイン取り始めるかなと思うんですが、そこでは、コラーゲンペプチドを、取り入れようかなというふうに思っています。皆さんに勘違いしてほしくないのが、このプロテインパウダーっていうのは必須じゃないです。もし、プロテインに月5000とか払ってるのであれば、僕だったら、マルチビタミンとクレアルカリン、こっちに投資した方が僕はいいかなというふうに思ってます。プロテインパウダーって魔法の粉でも何でもないんですね。ただ単純に肉とか魚とかそういうものが分解されたものがタンパク質なので、これ要するに同じものなんですね。なのでここにお金をかけるって僕はちょっともったいないかなというふうに思うんですよ。肉とかね、卵とか魚とかしっかり食べれてるのであれば、この5000円のサプリメント代っていうのは僕はマルチビタミンとかクレアルカリン、クレアチンの方に使いたいなと思うので、もうここでね、思い切って食品から、食物からタンパク質を取るっていう形にスイッチしてもいいかなと思います。やっぱりトレーニングをしていくと必ず食べるトレーニングが必要になってくるんですね。体を大きくしたい、ボディビルを目指すのであれば、必ずどこかで食べなきゃいけないタイミングが出てくるんですよね。で、最初からやっぱりこういうプロテインパウダーに頼った体作りをしてると、食べるのがやっぱりしんどくなってくるタイミングがあるんですよね、どうしても。やっぱり大きくするためにはもっと食べなきゃいけないっていうところが出てくるので、やっぱり食べるトレーニングもトレーニングの一環だと思ってるので、食べるトレーニングをしっかりしていただいて、食物からしっかりタンパク質を取るんだっていう原点に立ち返るいい機会なのかなっていうふうにも思いますね。僕は必要であれば取ってくださいっていうふうに指示をしているので、基本的には食事から取れてるのであれば必要ないかなというふうに思っているので、そこはご自身の判断で使い分けていただければなというふうに思います。で、僕の腸内細菌、腸内環境の動画で上げてたんですけど、やっぱり日本人ってそのホエイ自体が合わないという動画も上げてるので、こっちを確認してほしいんですが、ね、やっぱりホエイ自体が合わない人って日本人は特に多いので、植物性取られてた方いたと思うんですけど、これはね、すごくショッキングなニュースだったんですが、個人の意見としては、業界がね、このままね、この状態をね、ほっとくわけはないんですよね。なので3ヶ月なのか半年なのか経つと必ず重金属、除去してありますとか、重金属は含んでいませんとか、しっかりとフィルテッドされた、処理された製品が必ず出てくると思うので、それまではちょっと様子をいただいた方がいいんじゃないかなというふうに僕は思います。ホエイ取れるって方は、ホエイは比較的安全かなと思うので、そのまま取っていただいていいんですが、お腹下しやすいっていう人は、WPI 試していただいて、それでもダメだっていう場合は、コラーゲンペプチド、コラーゲンですね。僕が取ってるものですね。そちらで試していただいて、もう、あと最悪は本当にしっかり食事から取れてるのであれば、プロテインは必須ではないので、しっかりと食事から取るっていうことを基本としてね、いただくと、またね、食事を見直すいいきっかけなのかなというふうに僕も思うので、僕自身も今、バンコクで2ヶ月経ったのかな、生活して。プロテイン一切取ってなくて、しっかり食事から取るっていうのを意識して今やってるんですけど、調子はすごくいいです。うん。別に取ってる時は悪いかったわけではないんですが、調子はすごくいいので、やっぱりしっかりと食事から取るってことを意識してみていただけたらなというふうに思います。またね、こういう海外でのね、ニュースっていうのはどんどん上げていきたいなと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価の方いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。